どうも、ラスケンです。ラスケン、先日、泌尿器科に行きました。結論言えば、大きな問題はありませんでした。1ヶ月ほど前なんですが、目で見てわかる血尿が出てびっくりしました。すぐに病院に行ってみたところ、尿管結石があるということがわかりました。で、先日1ヶ月間の結果報告に行ったわけです。なんか血尿も痛みもなくなってしまってって話をしたら、どうも、結石が腎臓に戻ったということが分かりました。また血尿が出るかもしれないし、痛みが出るかもしれないし、何かあったらまた来てくださいということになりました。皆さんも体の異常を感じたら、なるはやで病院に行ってくださいね。さて、今回紹介するのは、リードアングルっていうガンシューティングゲームです。これ、画面を見ると気づく方もいるかもしれませんが、以前紹介したエンパイアシティの続編にあたるものだそうです。でも似てるけど、非なるものに生まれ変わってます。そうそう。タイトルにクリア、びっくりマーク、クエスチョンとつけました。今回からクリアができたかどうか隠そうと思います。クリアできていてもクエスチョンマークはつきますのでご了承ください。この動画ではレトロゲームの紹介を行っています。アーケードアーカイブス、通称アケアカといってハムスターという会社さんがやっているレトロゲーム復刻プロジェクトです。そういうわけでスイッチか PS4 があれば今でも購入して遊ぶことができます。ぜひ購入の参考にしてください。当チャンネルでは主にレトロゲームの紹介及びチャレンジを行っています。また、レトロゲームではないゲームも取り扱うこともあります。ぜひ応援していただけると嬉しいです。今回紹介するリードアングルは前作同様ハードボイルドってやつです。かなり渋い作品ですね。ストーリーは、さらわれた恋人奥さんちょっとわからないんですが、助けに行くという話です。操作としては、攻撃、手榴弾の2ボタンです。前作の回避はなくなっちゃいました。ゲームの難易度はかなり難しいです。ラスケンはデフォルトのハード、難しいでプレイしています。それでは、プレイ動画をどうぞと言ってもまだマニュアルを見ているところですね。ちょっとまたマニュアルとか表示するように戻してみました。いかがでしょうか。というわけでプレイ開始です。ナポリから始まるようですね。で、さらわれてしまいます。で、さらわれてすぐ戦闘が始まるんですよね。今思えば、どういうこっちゃ。そんな危険な場所だったのか。なぜこんなに敵がいるところに彼女はいたんでしょうか。わからない。で、このゲームのポイントは、今、自キャラが黄色だったり赤だったりしますが、黄色の時は安全なそうです。で、赤になって、撃たれるとダメージを受けてしまいます。赤の時っていうのは、敵の正面にいる状態のようです。なので撃たれるとダメージが入ってしまいます。で、今、ス
テージ1のボスと戦っています。白いやつがそうですね。なかなかボスが強いんですよ。まあ、ステージ1なんで、なんとかノーダメージでここまで来ていますが、1キャラが赤だったり黄色だったりの仕組みは分かったんですが、実際それを活かすのがなかなかよくわからない。難しいんですよね。多分、赤からは、赤の状態で打つと、やられる可能性が高いのかもしれないんですけど、ちょっとタイミングが早すぎて、意識してそこをコントロールすることができなかったですね。あと、白い人出てくるけど、あれ、打っちゃいけない人なのかな？なんか船員さんのような感じもしますね。でもなぜか出てきちゃうんですよ。武器も持たずに。やられるだけじゃないか。まだステージ2なので、結構、むちゃくちゃに戦っています。で、今、パウって出ていますが、今、倒してしまった赤い服の人。赤い服の人はアイテムを出します。なので、早めに倒すのがいいですね。今戦っているのはボスですね。で、倒したかと、終わったかと思ったら、上にも2人いて、激戦が始まります。なんと、船を利用して、出たり入ったりをするんですよね。あと、手榴弾が飛んでくることもあります。手榴弾は撃ち落とさないといけません。ステージに終わりました。でも、実はもう、ステージ2までで結構な数リトライしています。そしてステージ3。ここも結構リトライ回数が多くなっています。障害物に隠れろって言うんですけど、なかなか隠れられないんですよね。でも、このステージ3のこの場所は意外とガードが硬かったです。隠れてないんですもんね、でも。まあでも、この障害物のところに、戻っていきます。なんかですね、たまに敵が出てこなくなるんで、ちょっと右に行ったりしています。一発食らっちゃいましたね。出てきた。アイテム出す人がなかなか出てこない時もあるし、本当に出てこない時もあります。なんか、ランダムみたいですね。ある程度は決まってるんだけど、出るか出ないかはランダムみたいです。セーブ&ロード機能を使っていたので、出たり出なかったりがありました。さあ、ボス戦です。そう、ある一定数、左上にエネミー0になっていますが、ここに表示される数の敵を倒すとボス戦になります。今回は2人相手なんですよね。
結構強い。この2人強い。なんせ、銃連発してくるんですよ。もうですね、2人相手の時は手榴弾をいや、2発かな。2発は使った方がいいですね。で、上にも1人いて、こっちは大したことなかったですね。左右に振って、撃てば、まあ難なく倒した感じですね。で、ステージ4です。ステージ4は結構難しいというのが、とあるブログに書かれていました。上下移動がないんですよね。いや、でも上下移動あっても、難易度あんま変わらない気もしますけど、ちょっとそこの辺の、どうしてそういうことなのかよくわからなかったです。あ、今戦っているの、ちなみに、あれなんですよ。前のステージに出てきたボスが再登場するんですよね。あ、今も出てきましたね。だから、結構難しいんですよね。まあ、今、たまたますぐ倒せましたけど、何回か出てきます。ボスだった人が。あ、また出てきたかな。あ、出てきてないか。そろそろ出てくるはずですね。あ、出てこないな。あ、そうかそうか。もう、あと、1人2人だったんで、ボスの方に向かっていきました。でこのボスも結構強いです。ナイフ投げてきてるんです。ちょっと、この画面では分かりづらいかもしれないですが、ナイフを投げてきてるんですよね。で、このナイフ、実は撃ち落とすことができます。結構難易度高いですが、撃ち落とすことができるので、まあ、それも知っておいた方がいいかもしれないです。で、結構しぶとい。手榴弾も2発投げてるんですが、それでも倒れないですよね。なので、しぶとく攻撃しました。一発刺さっちゃいました。確か2発食らったらやられたと思います。なので、もう後がないですね。あと残り30秒。右上に制限時間が書いてあります。なんとか倒せました。このステージもかなり難しいです。敵の数が多すぎる。この人一人で何人と戦ってるのって感じですね。今も一瞬ボスがいたんですが、まあ、たまたま早く倒しました。手榴弾使ったのかな。そう、ここのまたボス級の人が出てくるんですけど、この人も強いですね。何の遮蔽物もないところで、このマシンガンを持ってる人は強いです。
なんとか無傷で倒せました。というわけで、実は動画はもうじき終わります。結果はクリアできなかったんです。いや、難しいね。でも結構面白いので、ぜひ難易度下げて遊んでみてください。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。